走れ闇を貫けスパソニ遥か空へと響くエクソソの命の鼓動が聞こえるかトランスフォームゴーボーイゴーボーイ炎のバッドライブファイアーコンボイ赤い閃光ファイアーフラッシュ誰もが輝く命一つカンロボットカンロボットカンロボットサイバトロファイヤー集結せよ新戦士たち我々サイバトロンにもビルドマスターという頼りがいのある仲間たちが増えた。でもデストロンガーの方が輪をかけて厄介なやつが増えたんじゃない？そうそう、あのブラックコンボイとコンバトロンゲルシャークより悪そうだよね。ああ、確かにわずかな間で巨大なる敵に成長してしまった。ねえ、ブラックコンボイとコンバトロンたちってもともとサイバトロンの仲間だったって噂聞いたんだけど。単なる噂じゃないわ。本当なの？ファイヤーコンボイ。ああ、彼らは数千年の昔この地球に派遣されてきたサイバトロンの戦士だと思われる。それがギガトロンのエネルギーを浴びてデストロンガーの一味になっちゃったのよね。でももともと何の目的でブラックコンボイとコンバトロンってそんな昔に地球に来たの？それは我々サイバトロンにも謎なのだ。なんといっても古い情報だから我々にも知らされていない。ゲッシャー変身ガスカンク変身ギルド変身ゲルシャーク変身ギガトロン変身なんやあんたたちも知りまへんのかいな。へへがっかりだね。せっかくここまで来たのにね。ギガトロン様帰りますか。ギガトロンそれにゲルシャークにガスカンクギルドグッシャーまでいるよ。毎度なあ、そう固いことを言うな。ちょっと寄らせてもらってますぜ。お前たちこんなところに何しに現れた？いやいやいや、ブラックコンボイとコンバットロンがなぜこの星に現れたのか。私たちだって興味津々なのよ。そういうことだね、ギガトロン様。その通りだ。ブラックコンボイは今じゃギガトロンの忠実な部下なんでしょ？もちろん。だったら直接聞いてみたら？本当よね。親愛なるボスになら本当のこと教えてくれるんじゃない？チーム新幹線参上。 J7、何やらみんな揉めているようだな。ああ、そうみたいだな。コンバットロンのことだろ。謎だよなあいつら。特にあのシャトラーってやつ、あれさ宇宙船だろ。 J4 どう思う？親愛なるボスになら本当のことを教えてくれると思うんだな、やっぱり。というわけなんだ、ファイヤーコンボイ。諸君の言う通りだ。わざわざ危険を冒して我々の基地にやってくることはなかったんだ。ゲルシャーク、よくわかるように説明してやれ。はいはいはい。ところがキッチョン、そうはいかない事情があったんだ。いやだからその事情を説明しなはれな。もうお前がやれ。もうしょうがありませんな。もういきますね。ブラックコンボイもコンバットロンも普段はなんかこうカッコつけとるけども、ほんまはなもうボケボケやねん。そうそう、自分たちがどうしてこの星にやってきたか覚えてないのでござる。どうしようもないやつらなのよね。言い過ぎだぞお前たち。はいはいはい。それはだな、わしがあまりにも強力なエネルギーを注ぎ込みすぎたのだ。その時奴らの全ての記憶を吹っ飛ばしてしまったというわけだ。ギガトロン様いつもやりすぎなのよね。さあ自業自得なんだと。ごめんなさい。こんな怒らせてよろしくないから。ごちゃごちゃ言わずにみんなテレビを見るんだ。はいはい。トランスフォーム巨大合体スーパーファイヤーコンボイ。コンバトロン、みんなの心の中にはサイバトロンの心が眠っているはず。この心悪に満ちている。
ちのシーンだ。かあ、やっぱ俺ってかっこいいな。 J7、はい、最近気になっているんだがな。何？最近仕切りすぎじゃないのか。いつ J4 どう思う？本当にそうだと思うんだな。ほらな。な聞いた今 J4 が喋ったでしょ。兄貴たち、俺さ J4 の声聞くとなんかダラーンってなっちゃうんだよな。それはいいんだけどよ、スピードブレーカーマンハラード。最近出てくるやつみんなこうやって合体しちゃうからな。いいな合体って。いいよな。合体しようよ俺たちも。合体しちゃうか俺たちも。あ、いいこと考えた。真っ赤なバディの可愛い子ちゃん入れて4体合体っていうのはどう？それでみんなで山道なんか登っちゃったりなんかしてな。いいね。いやだ、ダメだ。なんでだ。それじゃ正義の味方じゃないだろ。ごめんなさい。でも俺たち最近お前弱いからな。いやでも JRX なんか負けっぱなしだぜ。あら聞こえてたよ。抑えろ。あんたのな、そういうああいう戦い方がよくねえんだよ。本当に負け。だから俺が仕切るんだよもう。いや戦えてるだけでもマシだぞ。だろな、ここから反撃。ブラックコンボイもコンバットロンどももなかなか派手に戦ってやがる。でも無駄玉が多いのよね。ほんま格好しようとするからや。まさにその通り。昔のことはともかく、今ではブラックコンボイもコンバットロンもわしの手足となり実績を上げている。ギガトロン様、ここにゲルシャークという忠実な部下がいることをお忘れなく。お前は何者だ？なんてこと。冗談だ。お前のことを忘れるわけがないガスカック。違うわよゲルシャーク。ならスピードブレーカー。なんだよ兄貴。これだよ、コンバトロンのこの演技に騙されちったんだよな。で俺は騙されなかったぜ。何言ってんだよ、お前たち完全に騙されてたじゃねえかよ。だってお前見てみろよ、今見たってお前たち操縦うまいぞ。このシャトラー様の演技にお前たちは負けたんだよ。俺演技だったのかよ。大体こんなことを好きでやってると思ってんのかお前たちは。ブラックコンボイ、悪の花を咲かせるためにしょうがなくやったんだ。ドルレーラー。まあ待てブラックコンボイ。お前なんか正義の味方似合ってるぞ。そうか。今からでも遅くない。こっち来るか。入れてやんぞ仲間に。それほど言われれば。おそのドロレイダー。おい何じゃないドロレイダー。さま裏切るのか。いややめとこう。まあいいわ、そんなことは。いいのか。ちょっと待て。このシーン覚えてるか。ブラックコンボイ。これは絶対に許さないぞ。そうだ、俺こそお前たちが正義の味方じゃないんだ。何？そう見ろ、俺たちの正義の活躍ぶりを。大体なんで俺が交通整理をしなきゃならないんだ。これもさ交通がめちゃくちゃになっちゃったよな兄貴。もうちゃんとやってくんなきゃダメなんだよ本当は。めちゃくちゃになればいいんだ。ほらこの人も冷や汗かいてるよ。お前マハラードが出てこなかったからいけねえんじゃねえかよ。この時は重たかったな。お前パトカーだろ。そうだ。もっと出てこいよマハラード。てかお前らよ、こういう仕事したのが似合うんじゃねえのか。それはそうだ。ダンガーはよく似合ってるな。そうかな。そう言われてその気になんだよダンガー。このドブさらいだよスピードブレーカー。俺はもう手洗ってるにしか見えないよな兄貴。ブラックコンボイもコンバットロンもきっと心のどこかには正義の心が残っているはずだ。ええ、この星に来た謎とかも残っているのよね。おそらく謎などない。いやもう何言うてまんねんな。さっきはサイバトロンにも謎なのだって言っとったやんけ。さっきからファイヤーコンボイは言ってることがコロコロ変わるじゃないか。そういうことはないと思うけど。ああ、確かにさっきは知らないと言った。しかしサイバトロンはいつも正義を呼ぶ声がするところにやってくるのだ。そっか、きっとブラックコンボイたちもそうなんだね。ああもうまた例によって例のごとくのあれやろパターンのやつやで。大体ね、そんな大昔のこの星に人間がいたか。その頃この星にはまだお猿とかネズミとかしかいなかったんじゃないの？いやいや、その頃この星にいたのはお魚だぞ。サメとかクラゲとかイカとかだな。あんたクラゲやったもんな。そのことは忘れろと言っているだろう。お猿とかネズミにも正義はきっとあった。イカにもな。いかにも。バカ者。もっと真面目にテレビを見るのだ。はいはい分かったわよ。巨大合体スーパーファイヤーコンボイ。ほら
ちょっとお茶でも持ってきましょうかな。ああ、チーム新幹線出たな、お邪魔虫。くそー、今はコンバット論の研究をしたいのだ。はいはいはい、ちょっとすまへんで。どうもどうも。お茶どうぞ、ギルドもどうぞね。なんか出てこねえな、この体ばかりでかいこのトリオが。いただきます。あ、せやせやせや。コンバットロンと来たらや。こいつは新参者のくせに。こいつはこいつ、シュートラーとかいうやつだ。ところで、この時お前たちは一体何をしていたんだ。あ、いや、ギガトロ、それはその。待て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 。あ、シャトラー。お前たち、俺はな、お前たちが何をこの時にやってたかな、全部お見通しなんだよ。うるさい、おめだってこれを見ろ。お前何やっとんねん、ちゅう話や。お前たちこの時地上絵なんか描いてたじゃないか。なぜそんなもんええんじゃん、お前。よう見とけよ、お前これよ。そうだそうだ。いや、ギガトロさん、けどこの絵だけは絶対に見ないでください。お前の大失敗ぶりがない。よう出とるわ。ここですからね、大事なのは。我々は頑張ってます。あいつらはこんなんなんです。静かにしろ。はい。まあ見とくなあれな。俺ブラックソードくらえ。おお、どうですか。これどないでんねんな。もうシャトラーな。やらせてまいりましょうや。そうです。これは後半は我々の活躍です。ビルドマスターたちのことを教えてよ。ビルドマスターはこの星に先行部隊として到着するとネットを作り上げるために働いていてくれたのだ。サイバトロンがサイバトロンネットとマントルトンネルで世界中どこへでも行けるのはビルドマスターたちのおかげなの。確かにあのビルドマスターとかは厄介なやつらだ。まったくギガトロン様のおっしゃる通りです。特にあのビルドボーイとかって小僧は生意気なのよね。ああ、その通り。ああいう生意気なやつは耳の穴から指突っ込んで奥歯ガタンガタン言わしたらと分からへんねんて。おい、誰が生意気だって。ビルドボーイかい。あたしこの子嫌い。ああ、こいつと絡むとろくな目には合わないんだから。なんだと、またいつかみたいに氷の中に閉じ込めてやろうか。やろうか。思い出すあの冷たさ寒さ、ギガトロン様助けて。敵ながら元気がいいやつ。せやけどや、ビルドマスターとブラックコンボイコンバットロンチームを比べたらどっちが強いと思う？やはり我らの方が勝ちだな。ブラックコンボイを褒めたくはないけど確かにそうよね。ビルドマスターはブラックコンボイとコンバットロンたちに任しとこう。ちょっと待ってよ。ビルドマスターが負けるなんてそんなことないよ。ビルドマスターって3種類のビルドキングに合体できたんだよ。すごいんだから。そうですそうです。んなこと言うたらコンバットロンかてあれやで、2種類の合体モードでバルディガスになるやで。しかもブラックコンボイがいるのよね。総戦力ではやはりデストロンガーの勝ちだ。複雑な気持ちだがやっぱりビルドマスターの負けだ。しかしだ、ビルドボーイたちには誰にも負けない勇気がある。そうだ、心じゃ誰にも負けないぞ。さすがバカ者。ブラックコンボイには悪の花の心がある。何言ってんだよ。なんだこれは。花だとなんだよ。どんな花だ。これを知りたければ黙ってテレビを見ろ。今からわしの活躍が始まる。何を言ってるんだ。この時活躍したのは俺たちビルドマスターだ。その通り。ですが言わんか。おお、なんと勇ましい。私これまで行きますぞ。そう。行くぞ。いや踏みとどまっておりますぞ。おいちょ、古いだ。よくそんなにやられました。いや、みんなが一緒になったからだよ。なんだ、やられてばっかりではないか。今何も見ておりません。私はショルダータック。出てきた。ブラックコンボイまでもか。完璧だ。覚えているか、いつか南の島でビルドマスターが見せた石油爆発作戦。自分たちが爆発しちゃうことも恐れず攻
さすがにあれにはびっくりした。あんな無茶ができるのはやっぱり若気の至りというか、理性を持つきちんとした大人にはなかなかできない作戦だ。そうかなって褒められてるのかな。なんか引っかかるな。そんなものは作戦ではない。戦ってみて思ったんだが、お前たちはちゃんと作戦を立てて戦ってるのだ。なんだと。作戦を立てない戦い方というのはうちのゲルシャークも同じことだがな。なんということ。ならばお前のお手並みを拝見。見ていろ。作戦を立てなかっただとこの後よく見てるお前こそ。ゲルシャークなど一緒にするな。わしが見てるわ。ギガ殿、いつの間に。いいか、ここからはな、若のかっこいいところばっかりなんだから。あれそうだ。この後はかっこいいんだから。もう耐えてこの次だ。見てろ。頑張ってください、若。まだこの後だ。こっからですよ。お、この石油はギガトロン様、この石油を我らのエネルギーに使えばよかったのでは。どうして気づかなかったんだバルディガス。みんな黙ってよく見ろ。これからが我々の本当の見せ場だ。ということは我々にとっては見せ場ではないということではないか。そうか。何をする。まだ言いません。こんなところで撃ったらどうなると思う。スクラップにされた仲間たちの恨みだ。グレーキャノン。この時ばかりは私もびっくりしたな。何が出てきたのかと思った。揃いも揃って情けない奴らだ。ついでに我々も暑かったですねこれ。でも我々体丈夫だからね、若。さっきからブラックコンボイたちの謎ばっかり話してるけど、謎はもう一つあるよ。デストロンガーって何のためにこの星にやってきたんだろう。我々はデストロンガーがこの星を狙っているという情報でやってきたんだが、その本当の目的は知らされていない。地球は宇宙の端っこの星なんでしょ。どうしてこの星を狙うの。いい機会だから聞いてみましょう。残念だがそれは秘密だ。おい、せっかくなんだ、ヒントぐらいいいだろう。やだ。ギガ殿様は確か宇宙を支配するほどの力を手に入れようとしているんですよね。あら、この星にそんな力を秘めたものがあるの。ホルモン焼きとか食うたら元気出るけどな。ニンニクとかも効くのよね。効果抜群。そんなものじゃない。古代から伝わる力なんだ。古代から伝わる。しまった、思わず言い過ぎた。それって今私たちが追っているオーパーツと何か関係があるのかしら。ペーパー。ほらシャーク、お前口が軽いぞ。ねえ、オーパーツのことってひょっとしてデストロンガーたちが知らなかったんじゃ。実はね、タワー事件であんたたちがオーパーツを持ってくるまではね。あれは助かったな。いけない、私が早とちりしちゃったのね。しかし我らには大西博士がいる。大西博士の頭脳から古代の地球に隠された秘密があることは引き出していたのだ。ひょっとしたらそれがブラックコンボイやコンバットロンたちが地球にやってきたことと関係があるかもしれない。そうね。パパは何か掴んでいたのかな。我々にはもう一人味方になるやもしれないトランスフォーマーがいることを忘れてはいけない。ゴッドマグナスだね。ぶっちゃけた話、ゴッドマグナスとはお前たちの仲間なのか。どうなんだ。確かにゴッドマグナスはサイバトロンマークを持つ。しかしひねくれ者でなかなか本心を明かしてはくれない。その辺のところはブラックコンボイにも似てるわね。せやな、あいつもひねくれもんやからな。同感。しかしいつかゴッドマグナスと手を結びお前たちに向かっていくことを宣言しておこう。どんなに戦力を増やそうが最後に笑うのはこのギガトロン様だ。それはどうかな。熱い心に不可能はない。またこのワンパターンだから正義の味方は嫌なのよね。まったく同感。ファイヤーコンボイ、楽しみにしているぞ。俺がいることを忘れるなよ。こいつです、ギガトロン様。ゴッドマグナス。エネルゴンマトリックスは俺が必ずいただく。今こそファイヤーコンボイの意識を奪うチャンスだ。体が思うように動かない。ファイヤーコンボイ、さあこの腕につかまれ。
ゴッドマグナス。超巨大合体ゴッドファイヤーコンボイ。あれはファイヤーコンボイ。いや違う。だー、えらいことになってしまった。見たこともないサイバトロン。やったぞ。この俺がファイヤーコンボイの意識とエネルゴンマトリクスを奪い取ったぞ。どうした。なんだこれは。なぜだ。なぜ俺の意志でコントロールできない。ゴッドファイヤーコンボイ始動。目の錯覚か。兄貴たちの姿がぼんやりしてるぜ。気のせいじゃないぞ。俺たちカーロボ3兄弟、影が薄くなってるんだよ。どうする。慌てるなスピードブレーカー。ちゃんと作戦がある。ここだけの話、俺たちが大きく変わる。どうやって。トランスフォーマーカーロボット第27話絶対絶命カーロボ3兄弟をお楽しみに。この後に俺たちの秘密ちょっとだけ見せてやるぜ。スピードブレーカーパワーアップ。よーし、俺たちも決めてやるぜ。